7L4WVU です。今回は、2024年の4月に行った青ヶ島についてまとめてみました。青ヶ島は、海底から突き出た火山島で、特徴的な地形や絶景から、日本一の秘境とも呼ばれ、訪れるのが困難な島の一つです。しかし、その独特な地形や自然環境は観光客を魅了し、秘境好きの間では人気のスポットになっています。内容は、青ヶ島の概要と見どころ。そして、実際に、自作の QRP トランシーバーで、短い時間ながら、アマチュア無線運用も行いましたので、その模様なども、紹介させていただきます。青ヶ島は、東京都に属する伊豆諸島の最南端に位置する離島です。東京から南へ約 360km、八丈島から南へ約 70km の場所にあります。島は、南北の距離で 4km くらいしかなく、日本で最も人口の少ない村でもあります。2024年現在の人口は約160人です。島の南部は、二重カルデラの火山があり、人が住んでいるのは北部になります。また、島の建物には、番地はありません。住所は、すべて、青ヶ島村、無番地となっています。青ヶ島へは、直接向かう便はなく、スライドに示すように、八丈島を経由する必要があります。青ヶ島は、天候の影響を受けやすく、船やヘリコプターが欠航しやすいことから、行けたらラッキーな島とも呼ばれています。特に、船の接岸率が低く、欠航することも多いため、今回は、八丈島まで飛行機で行き、そこから、ヘリコプターで、青ヶ島に上陸するという計画にしました。当日は、朝早くに、家を出発して、羽田空港に行ったのですが、天気は悪くないのに、八丈島行きは、欠航でした。空港で、聞いてみると、八丈島も、空港は、二つの山の間にあるため、風が強いと、着陸が難しく、欠航するそうです。とりあえず、夕方の便に、予約変更して待っていたところ、天候が少し回復したようで、何とか、八丈島までたどり着き、八丈富士が見えるホテルに一泊することにしました。翌朝は、天気も良く、朝一番のヘリコプターに乗ることができました。ヘリから、八丈島の八丈富士、青ヶ島の断崖絶壁が望めました。短い動画もありますのでご覧ください。ヘリポートの近くの民宿に行き、荷物を置いて、早速、観光です。小さい島なので、最初、歩いて全部回るつもりでしたが、南部のカルデラ部分までは、道も曲がりくねっていて、見るところも多そうだったので、民宿のおばさんに聞いて、レンタカーを借りました。その時に、注意事項で、車を駐車する時には鍵をしないで、車内に置いておくようにと言われました。道が狭いところが多いので、工事車両などが通るときに、移動できるようにしておくためということでしたが、考えてみれば、この島で、車を盗んで運び出す、ということはできないので、鍵もかける必要はないと納得しました。島には、ほとんど、車も走っていないのですが、小学校のところに、信号機が1台だけあります。これは、子供の教育用に設置されたものということでした。観光ポイントで、青ヶ島の最大の見どころは、やはりこの独特の地形です。島の外周を囲む外輪山を登ると、島全体を見渡すことができ、内側には丸山がそびえています。写真は、右図の外輪山の一番高い、凹凸部から見た丸山です。次に、内側の丸山に登って、一周歩いてみました。途中で、地面から蒸気が上がっている場所もありました。だいたい
40分くらいで一周できます。次に、頻ギャと呼ばれる無料の地熱サウナに入ろうとしたのですが、残念ながら定休日でした。ここには地熱釜が設置されていて、誰でも使うことができます。民宿のおばさんが用意してくれた野菜や草やなどを地熱釜に入れて美味しくいただきました。ここには猫がたくさんいて、食べていると餌を求めて集まってきました。港にも行ってみました。この港は身が荒れることが多いので、漁船は港に停泊できません。船は右の写真のクレーンで吊り上げて高台に置かれるようになっています。初日にカルデラの中で頻ギャの料理ができるまでアマチュア無線をしようと、こんな感じで三脚にロッドアンテナを立てて 0.5 ワットの自作トランシーバーで7メガヘルツに出てみました。天気は良かったのですが、風が強く、交信を始めたところでアンテナが倒れ、同軸ケーブルが断線したため、たった1曲の交信で終わってしまいました。民宿に戻って、予備ケーブルに取り替えて、2日目の朝にアマチュア無線のリベンジ運用を行いました。時間は、ヘリコプターの登場前1時間のみしかなかったため、ヘリポートの近くで、本土方向に開けている、上木の浦、展望公園に移動しました。7MHz を 0.5W で、FT8 を中央の写真のように、簡単なもので運用しました。アンテナと電源を合わせても、総重量は 1kg 以下となっています。青ヶ島は、ポタ対象の公園ではなく、スポットを上げることができないため、QRP だと呼ばれないのではないかと心配しましたが、40分で20曲以上からコールいただいたのでよかったです。その時の PSK リポートは、右の図のように結構飛んでいたようでした。最後に、運用中の動画を少しご覧ください。今回は、XYL と一緒ということで観光がメインになっており、あまり無線運用の時間が取れなかったのですが、離島前にまとまって更新ができたのでよかったです。こういう時に、大掛かりな設備だと大変なのですが、こんな小さな手作りトランシーバーとアンテナでも FT8 であれば結構遊ぶことができるのが楽しいところです。これからも珍しいところへ行くときは、カバンに入れて電波を出してみたいと思っています。それでは、動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、自分が制作した作品の他に、無線の移動動画やアマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ、チャンネル登録をしていただくと嬉しいです。